今回は、コメントに答えていくコーナー、サブちゃんに限らずメインからも引っ張ってきてます、こんにちは、メガネのパンです。メガネのパン容赦なくコーヒーをすすり、ガリガリお菓子にかじりつく姿に惚れ惚れしますガリガリ何お菓子にかじりつく姿に惚れ惚れします。本当かなガリガリお菓子を食べる姿にいやでもめっちゃすごかったよね、前の。めっちゃお腹空いてたんだもんね。ボリ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 ここでそんなやつ好きになるか。一人ジャングル最初の申し訳ない本当に。サムネの写真もポッキーここにこうってあるそれは選んでやってる。まあファンが一人できたとあ、一人できてよかった。おめでとうございます。サインを考えてください最近そのスプレーヤーの動画を上げててボージョンの動画、そう、それに結構ドローンじゃダメなんですかと、全部ドローンじゃダメなのかって。そうドローンで散布してはダメなんですか、スプレーヤーでやる意味は何なんですかっていうのが結構来てたの、なるほど。はい、まずそれについてお願いします。はい、お願いします。どうぞ。スプレーヤーでやる場合は、はい、1ヘクタールあたりだいたい1000リットルの水を使うんだよね。だから1000リットルの水に農薬を溶かして散布していくんだけど、それが基本的な使い方なんで、でドローンの場合はだいたいだけど、1ヘクタールあたり16リットルの水なんだよね。使う水量がめちゃめちゃ少なくて、でも入れる農薬の量は同じなのさ。超濃い農薬、高濃度の農薬を散布することになるじゃん。で、農薬って作物ごとに登録があって、例えば小豆にはこの農薬が使えるけどこの農薬は使えませんよ、でもこの農薬は芋には使えますよみたいな登録があるんだけど、スプレーヤーとドローンにもその登録の違いがあるんだよね。例えば同じアクタラ顆粒水和剤でも1ヘクタールあたり1000リットル落とす溶かし方だったら登録があるけど、ドローンの高濃度の使い方はまだ登録がされてないみたいなのもあるんだよね。そういうのもあるし、小豆は極端にドローンで使える登録がまだ少ないんだよね。増えてってはいるけど、圧倒的に少ないんだ、っていうのがまず1個目の理由、スプレーを使わなきゃいけない1個目の理由、でもう1個、いっぱい水を落とした方が効きやすい薬だったり、濃い濃度でファッとかけた方が効きやすい薬だったり、別にどっちでも変わらない薬だったり、っていうのがいろいろあるんだけど、いっぱい水を落として使う薬っていうのは基本的に効果が長持ちすることが多いんだよね。浸透移行性とかって言うんだけど、それを抜群に効かせたいのであればスプレーヤーでいっぱいの水を使ってやった方がいいのさ。ドローンでも別に浸透移行はするんだけど、でもスプレーヤーの方がより確実にするっていう感じ。水量があるからね。そう、一応スプレーヤーとドローンは使い分けて、そうだね、やるようにしてる。殺虫剤とかだと、結構ドローンでバーって風で下まで送ってさ、葉っぱの裏とかまで全部かけれて、ダウンウォッシュだ。そう、だから効きやすい薬とか虫によってはドローンの方が効きやすかったりするし、液肥とかはね多分あんまり変わんない。その入ってる成分の要素がついちゃえばまた吸っていくから、そう液肥は多分そんな変わんないかな。あとはちなみに殺菌剤単体だとドローンはどうですか？殺菌剤単体で巻くんだったら別にドローンでも登録があるんだったら十分効くとは思う。てか効いてる。うちかぼちゃなんてほぼね中盤以降ドローンしかないけど、殺菌効くし、ただ浸透移行性をしっかり効かせたいのであればスプレーを使うべきだと思う。
なるほど。殺菌は特に浸透以降持たせたいから、序盤に浸透以降のある薬を固めてスプレーで入れるうちにスプレーでやるっていう感じかな、うちは。うどん粉って白っぽいやつだっけ？そう、粉みたいな。うどんの粉だっけっていう作物をあえてうどんこ病にしてその作物を収穫して、それを砕いてこねたのがうどんになるんだよ。そうなんだ信じてたよねこれ最初ねはい、っていう感じです。はい、ありがとうございます。農家さんが導入する機械は国で保証できないのでしょうか？補助金かい？補助金か、それは。出る時もある。それもなんかノルマがあるから、そう作物の面積を何%増やしてとか、従業員を増やしてとか、畑をちょっと増やしてとか、そういうのを全部クリアしてって初めてこの抽選に入れるというか、抽選なんだ。抽選ではないけど、そのやっとこのなんていうの、土俵に上がれるというか。法人の方が降りやすいって聞くね。次、灌漑の設備はあるのですか？まあ灌漑とかなんか井戸掘らないんですかとか、結構来る。灌漑ってわかんない？みんなわかんない。わかんない君はわかるでしょ。なんとなくわかるけどなんかダムとか川とかから水路を引いて、畑の縁まで引いて、そこから水を汲んでリールマシーンっていうやつで水をまく水やりの設備のことなんだけど、灌漑設備はないです。今進んではいるけど、早くて20年後早くて20年後って早いの？分かんない。それ来るのかもよく分かんない、遠すぎて。でもなんか話は一応上がって進んではいるっぽい。目室の方とかだったら来てる。そうダムからやっぱ近いところから来てるんじゃないの？確か井戸はある。うちは、うちはない。井戸があれば確かに水代はただ、だから防除ではすごい助かる。そうだね。井戸掘ったらいいだね。欲しいよね。60万ぐらい防除。営農用水使水道使ったら60万か。年間結構かかってはいる。でもやっぱそれで言うとドローンは水を使わないから確かに節約にはなるね。りょうくんのあれ思い出した。タンク穴開いたやつ最後このポーズが出てね、この動画に入れたいなここで一コマ。次、米ぬかやもみ殻あるいは微生物資材を使った土壌改良はしないのですか？あんまなんか聞かないっていう。米ぬかが入ってる資材はずっと使ってはいた。ミダス芋かい。三要素を残すのあれってどっちかっていうと炭素よりも。分かんない、使ったことないから。米ぬか使ってたんじゃないの？米ぬかがもうちょっと入ってる資材、他にも大豆カスとか、要素というよりは土壌改良、土壌改良、その病気とかを減らすキノコ菌とかそういうやつだね。まあ使わないと。使わない、堆肥を1ヘクタールあたり50トンぐらい4年に1回回して入れてるから、今のところそれとあと緑肥で塩爆、夏に湧いて秋にすき込んで収穫せずすき込んで、ほとんどの畑は堆肥と塩爆かな、土壌改良として。そうだね、うちも同じだ。あと石灰を作物によって入れたりして、まあそういう人が多いのかな、ここら辺は。はい。あとよく自動操舵とかドローンに来るのが、日本の企業じゃないのが残念だと。まあ中国製がみたいなのはよく言われます。でもこの動画を見てるタブレットなのかテレビなのか、その中に入ってる部品、中国製品いっぱい入ってんじゃないの？まあそうです。いや現に日本製の
自動ソーダと海外製中国製の自動ソーダを比べて何が日本製の方が勝っているかなって考えたら、そう量実際に中国製も日本製も使ってんだけど、こっちとしては特に何が日本製の方がいいって言われても何も思いつかない。なんか使ってるからあんまり言いたくないそうだよねそうだよねそっか、じゃあノーコメントということではい、けど値段は2倍3倍するんだよ日本製のって。何なんだろうねそれって。なんでなのかわかんないけど、でも別にそれで中国製だろうが、ね、アメリカ製だろうがブラジル製だろうが使えるのであれば、安いものを使う方がいいんじゃないの。安くて分かりやすい方が使いやすいね。まあでもそう思う。値段が極端に安いとか性能が極端にいいとかなのであれば、別にどこの国で作られてるかっていうのはそんなに重要ではないかな。まあ結構その中国だったらサーバー乗っ取られるみたいに思ってる人が多い。なんかそれはさ、なんか、よくわかんないけどその人が本当にそうなったことがあるのか、それともそういう噂を聞いてイメージか。そんななんか起きてもいないことをそんなに想像する意味は何なんだろう。情報を乗っ取られるとか思ってんのかな。僕の情報いやでもそう考えるとそうだよね、携帯とかもそうだしな。特に国で差別する必要がないというか、あまりいい考えじゃないんじゃないかなっては思うけど、まあ人の考え方次第じゃない人も。まあそうですね。我々の農場では、そこは特に気にしてないですって感じ。気にしてないですね。それよりもどちらかというと安い方がめちゃくちゃ助かる。助かるね。費用対効果しか見てない。です。はい。これは多分芋、前にこっちのチャンネルで芋のさ話してたじゃん。本生産の話。本生産。その時に来たコメントで、他産地が不作なら儲かるんでしょうか。他産地が不作だったら儲かる。十勝が豊作で九州が不作だったら儲かるんでしょっていう。そういうこと。まあその要素もあるかもしれないけど、その限りではないっていう感じじゃないかな。芋の輸入になんかさ、なんか最近規制が緩くなったみたいな。なったんだ。だから日本の農家軽視みたいなね言われてるけど、正直政治的な話はあんまりしたくないというかわからないというか、意思表明は避けたいところではあるんだけど、そうだね。そんなになんか意見があるわけじゃないが、その人の質問に答えるんだとしたら、そういう時もあるしそうじゃない時もあるとしか言えない。そうだね。はい。まあ最後ですかね。はい、これは鍛冶職人とはみたいな動画に来たコメントです。2個目の動画かな。そうだね。1年で仕事辞めてる時点でアウトだろ。すいません。すいません。代表って言われてる。社会不適合者の代表って言われてる。同じ人に？同じ人。大嫌いじゃん。ご視聴ありがとうございます。全然いいですそれで。まあどこにも通用しないと言われているけど通用していますからね。通用してますか？僕は通用してるでしょ。で自分の好きな人がそう思ってくれるんだったらそれで全然十分。あなたに通用してない社会不適合者と思われても、もう痛くも痒くもないし、むしろ動画見てくれてめちゃめちゃありがたい。まあそういう考えもまああるはあるよね。なんか言うじゃんよく。3年は続けろ。そう。いや別にそれでいいならその人がいいならそうすればいいと思うけど、100年の中でさ自分がやりたくないことをさ毎日続ける生活をさその100のうち3やるのってさ、結構もったいなくないって思うよ。それをやることによって結果的に後でなんかこういう経験が得られてよかったねってなるのは分かる。けど逆に今ここじゃないなって思ってやめて新しいことしてこれだったねよかったねこういう経験できて
っていう可能性もあるじゃん、うん、どっちの可能性もあるんだったらやりたいこととか好きなことでの方に振った方がなんか良くないって思うし、そうね、それでなんか会社には確かに迷惑といえば迷惑なのかもしれないけど、うん、こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、会社のために生きてるわけじゃないから、そうだね、自分のために生きてるし自分の家族のために生きてるから、うん、極論言うと自分の家族なり自分の好きな人たち以外のことをそこまで同じように重視しては何でもかんでも考えれない、うん、そんなに能力は高くない。だから多分その人は自分のことも自分の家族の人も親戚も友達も周りも会社員なのか分からないけど会社も、もう全部のことをとんでもなく大事に考えてるんじゃない？うんうんうん、いや崇高なね人の考えることはね、我々本族には分かりかねますなそうだよ本当にっていうアンチコメントに対する超弱い返しまあまあまあよかったよね。でもね、いや全然良かったと思うよ。全然後悔したことは一回もない。なんかやめたいなって思いながら何年もやってね、無駄にするよりも、こうやって行動してうまくいったんだから、それはそれで良かったよね。結果的にね、その結果が全てじゃないけど、そうやめてさ何か始めて、でもやっぱり違ったなってなったら別にそこで終わりじゃなくてさ、その先にさらに選択肢があるわけだから、会社員になって何年で辞めるかって正直1年も3年も確か変わんないと思う。社会貢献でいうとさ、別に農家になってもこっちはこっちで社会貢献をしてる、いろんな分野で。いやでもね、よく思う、そのアンチコメントみたいなのとかは、あるし、自分たちじゃなくてもさ、その SNS ってアンチコメントだらけじゃん。そうでもそういうなんかその人の人生とか、その人の動画とかに、そういうなんか悪口とかアンチコメントを書く人って、100% 充実してない。自分がお金はあるかもしれないし、だけど心に余裕がないというか、充実がないからやっぱ人の生活を見て羨ましいと思うところだったり、しめみたいなね、そう自分にないところだったりっていうの何かしらがコンプレックスというかになってやっぱそういうコメントをしちゃうんでしょきっと。そうだよね、そうやって言われてくるんだよね。自由なことを書いていい場所だから、極端なこと以外は、別に全然自由に書いてもらって構わないけど、本当の意味で多分幸せにはならないんだろうなこのままではって思うから。そうだね、早く気づくといいねって感じ。そうですね。めっちゃ上からになっちゃったどんどん刺されるかなまあでもそういうのにもちゃんとね、コメントしてくれる人もいるんで、そうじゃないよみたいな。ああ、なるほどね。それはね、視聴者が視聴者にコメント。そう夏也がこういう性格なの分かってるからさ、コメント欄とかでもアンチコメントとか見たらどっちよ、アンチを応援してるのアンチ応援してんだ。聞かないからノーダメージだから。ノーダメージだから。りょうくんノーダメージじゃないんじゃない？俺はノーダメージじゃない。本当にやめてほしい。メガネのファンですらちょっといいこと言ってんのにダメージきてんでしょ。本当かな。どこにダメージくるのかあるのあれ。やめてよ本当に。でも慣れるよ多分すぐ。慣れる。めちゃくちゃ慣れる。どうでもいいもん。自分がどうでもいい人からどう思われようが、まあまあそれは本当にどうでもいいでも興味がないんだよね。そこに石ころが4つ転がってるか5つ転がってるかがどうでもいいぐらい。なんかさ、ちょっと洗脳があるのよ。洗脳があるのよね、ここで。洗脳があるね。なんかあなたにとってはそう思われてもどうでもいいんですよみたいなのをなんかそうなのかな。あ、そうなんだ。めっちゃその教に入ってんの。教祖様。家事職人教に入って入ればいいよ、りょうくん。入るわ。入ったらそういうのねなくなるから。そうなんだ。
でもいっぱいいるんだね。いるいるけどね、全然むしろありがたいね、そういうコメントね。まあね、だってね、自分たちのこと嫌いなのにさ、自分の人生の貴重な時間使ってわざわざ動画見てくれてんでしょ。でコメントしてくれてね、コメントまで書いてくれて、確か我々のこと嫌いな人からしたら何もいいことないのにさ。確かにそうだね。終わります、はい、ありがとうございました大丈夫かこれ